こんにちは、バネサです。今日は私の地元を紹介したいと思います。じゃあ早速行きましょう。あちらはローレンス教会です。供物をあげると同じように、キリスト教ではろうそくを灯します。13世紀から15世紀にかけて建設されたゴシック様式の教会です。教会内部には美しいステンドガラスや芸術作品の鑑賞ができます。天外から吊るされているファイチトース作の中大国地のリレーフは特に見どころです。高さ20メートル近くもあるアダム・クラフト作の祭壇は有名です。この建物はハイリカイスピタルと言います。昔一番大きな病院でした。200人分の収容力がある病院は13世紀に創立されました。この頃は老人ホームやドイツ家庭料理を提供しているレストランが入ってます。この場所は超広場と言います。毎日新鮮な果物と野菜が売られています。毎日11時になると時計塔で7人の剪定工が登場してパル4世をくるくると回しています。この噴水は、シューナボネンと言います。指輪を回すと運勢が高まるっていう伝説があります。鉄柵には続き目のなくはめ込まれた金の輪があります。近くの市役所で新婚された夫婦や多くの人が願いを込めて輪を3回に回すと子宝に恵まれます。実は金と黒2つの輪があります。どっちが本物か誰にもわからないけど、ニューンベルクの人たちは鉄の輪が本物で金の輪が観光客のためだと信じています。13世紀に建てられてニューンベルクで最も古いのは聖セバルドス教会です。聖ゼボ教会と聖ロレンツォ教会とともに市内で最も重要な教会だとみなされています。13世紀に後期ロマネスク様式で建造され、14世紀に内陣と側廊をゴシック様式が改装されました。2つの高い尖塔の内部には美しいステンドグラスで飾られています。聖セバルドスは11世紀に生きていた忍者でおそらく牧師でした。存命中に新人治療家として尊敬されました。死後にセバルドスの神秘伝説が広がってニューンベルクは巡礼地になりました。聖セバルドスは繁栄しているニューンベルクの町および商人の集合聖人になりました。あちらはサンク・ヤコブス教会で、そちらはバイサトーンです。この噴水は既婚の段階を示しています。ドイツの詩人であるハン・サックスの詩に基づいています。立ち並んだ銅像が6つのシーンで
結婚生活を表しています。最初は情熱的で仲睦ましい夫婦ですが、その後妻が自分で見た方がいいです。あちらはワインスタールで、そちらは変化していくです。変化していくは屋根付きの木造の橋です。変化は死刑執行を行う人の職名です。橋の隣にある家は死刑執行人が住んでいて、今は博物館になりました。当時、死刑執行人が市民に怖がれたので、町に離れて暮らしました。今からケットシュテイク経由でワイスガーバガスに行きます。1820年に建設され、したがってヨーロッパ大陸で最古の鎖橋です。木骨造りの家やペイクニッツの眺めがとても綺麗なのでおすすめです。さっきのマックス橋も見えます。バイスガーバガスを見に行きたい人はぜひケッテンシュテイク経由で行ってみてください。南ドイツの伝統的な木造家屋20軒が立ち並んでいる通りです。バイスっていうのはドイツ語で白、ギャルバっていうのは川なめし職人の意味です。バイスガーバガスがペクニッツ川の近くに建てられたのは偶然ではない。川をなめすためには水が必要で、私壁で川を干されましたので、とても便利でした。そちらの家はアイブリヒトゥーラハウスでした。アイブリヒトゥーは有名な学科で、今その家は博物館になりました。そうニュンベルク城は1040年頃、ハイネリッヒ3世によって建てられました。要塞として使われた城郭の城ですが、コンラード3世によって改築されました。1571年まで神聖ローマ皇帝の居城だったので、重要な城として歴史の中心にありました。ちなみにニュンベルクの町名は高校ドイツ語でニューラインベルクと呼ばれて、ただの岩という意味です。第二次世界大戦中の空襲で大きな被害を受けられてしまいましたが、その後修復されて元の姿を取り戻しました。お城の中庭から博物館にアクセスができます。甲冑や武具などが展示されています。華やかなお城と違いますが、ロマネスク様式の礼拝堂や深さ約50メートルの井戸も大きな見どころです。高さ30メートルがある見張り台からニュンベルクの旧市街が一望できますので、ぜひ登ってみてください。お城の展望台からニュンベルクの街並みや教会の先頭が見えて、特に夕暮れになると眺めが素晴らしいです。ツアーの終わりです。私の地元はいかがでしたか？コメント欄に書いてください。またね。
Fertig.